俺は中学生の時に少年院に入っていたことがある。うちは母子家庭で貧しく、母のパートだけでは食べるものにも困る毎日だった。たまに隣に住むアパートの住人にご飯をもらっていたが、それだけでは足りなかった。給食はあったけれど、それだけではお腹はすくし、母はほとんど食べていなかった。だから俺は生きるために、母と自分の分の食べ物を盗んだ。そうして何度目かの盗みの時、俺は少年院へ送られた。18歳になり、俺は一人暮らしを始めた。食費を浮かせたくて、まかないの出る飲食店に就職することにした。店の休憩室で店長と二人で面接をした。その時、店長にだけ少年院へ入っていたことを明かした。自分から打ち明けなくても、いつか周囲には知られるだろうし、過去の罪はちゃんと背負わなくちゃいけないと思っていたからだ。俺が真剣に話すのを見て、店長は他言しないと約束してくれた。そして他の面接で落ちまくっている俺の話を聞き、すぐに採用して雇ってくれることになった。ほっとした。俺はようやく就職先が見つかって一安心だった。正社員として雇われ、副店長や先輩、アルバイトに挨拶をして仕事を教えてもらった。必死にメモをして料理と飲み物を覚え、料理も接客も学んでいった。でもふと顔を上げると、先輩たちがじっと俺を見ていることがあった。入ってきたばかりの俺をどんな人なのか見極めようとしているような、そんな目だった。緊張してるのは俺だけじゃない。きっと先輩たちも緊張しながら仕事を教えてくれているんだ。そう思うことにした。でもある時、先輩に、お前って少年院入ってたの？と聞かれ、ドキッとして顔がこわばった。約束してくれた店長が言うはずがないし、なぜ知ってるんだろう。自分から大っぴらにする必要もないけれど、必要な時が来たら素直に言おうと思っていた。でも、そのタイミングは今なんだろうか。頭が真っ白になってぎこちなく返事をした俺を見て、あ、本当なんだ、と先輩は言っていなくなった。どうやら面接時の話を他の従業員が聞いていたようだった。面接は店の休憩室で行ったし、全くの密室ではなかったから聞かれても仕方なかった。俺が先輩にぎこちなく返事をした翌日から少年院に入っていたことがあっという間に職場に広がった。それから身に覚えのない疑いをかけられるようになった。アルバイトのミスやレジ遺産を俺のせいにされたのだ。その度に店長はかばってくれたが、職場の雰囲気は最悪だった。休憩時間がかぶると、俺がいるからご飯がまずくなると言われるし、犯罪者と同じ時間に出勤したくないと休む人もいた。俺のせいで店が回らなくなりかけていた。かばう店長の隣から副店長は俺に仕事を辞めるよう圧をかけてきた。退職届を書かざるを得なかった。事実上クビだった。店長に出すと、うなずく俺の頭に手を乗せて、すまないと言ってくれた。もうそれだけでよかった。他の従業員がみんな俺を非難しようとも、店長だけは守ってくれたから。ロッカーを閉め、少ない荷物を持って出ていく俺に、休憩に入っている従業員は誰一人として声をかけてくれなかった。それから数日経ったある日、店長から着信があった。渡したいものがあるから店に来てくれないか。正直、店舗には二度と行きたくなかったが、お世話になった店長からの呼び出しだったので行くことにした。従業員用の出入り口から休憩室に入ると、店長だけが座って待っていた。誰も休憩に入らない時間帯を指定してくれたので、少しほっとしながら席に着いた。
店長は俺に一通の手紙を渡した。少し古びたような手紙だった。開けるよう促され手紙を読んだ。文章の最後に名前と住所があり、その名前を見て俺は驚いた。なんとこの手紙を書いたのは俺の母だったのだ。手紙にはこう書いてあった。貧しい中で息子に窃盗をさせてしまいました。母親失格です。もう私は合わせる顔がありません。でも息子のことが心配なので、私の代わりに見守ってください。松本恵子。俺の母は俺が少年院から出てきた時にはもうアパートにいなかった。俺に何も言わないで行方をくらませたのだ。出ればまた母と一緒に暮らせると思っていた俺は絶望した。俺たちの住んでいた部屋は空き部屋になって次の入居者を募っている最中だった。大家さんに無理を言って鍵を借り中に入った。母と住んでいた家はすっからかんで、どこを探しても母の姿はなかった。家具も洋服も母と過ごした何もかもがなくなってしまった。何もなくなって広く感じる部屋で立ち尽くした。それと同時に、ああ、母に捨てられたんだなと思った。俺には帰る場所がなくなってしまった。遠い親戚は少年院に入っていた俺を引き取ってはくれなかった。身寄りがなくなって施設に入ることになった。施設では高校の勉強だけはしていたが、それ以外は毎日何をして過ごしていたかも思い出せない。俺が物を盗んで少年院に入ったから、母はもう面倒が見きれないと俺のことを捨てたんだ。何度も考え、そして自分のしてしまったことを悔やんだ。許されないことを、生きるためなんて言い訳してやった自分が愚かだった。施設に入っている間、何年もそのことをずっと考え、そして出るときに罪と向き合って生きていこうと決心した。自分の中で母がいなくなってしまった理由をそう考えていた。でも、店長が渡してくれた母の手紙には、窃盗なんかする息子は育てられないなんて一言も書いてなかった。でも、なんで母の書いた手紙を店長が持っているんだろう。手紙を読み終え、顔を上げた俺は店長に尋ねた。実は私は昔君たちの隣に住んでいたんだよ。たまにアルバイト先でもらったまかないのご飯を渡していたんだけど、覚えてないかい？静かに言われ、驚いた。俺が偶然就職したこの店の店長は、昔隣に住んでいた住人だったのだ。母と生活していた時、たまに隣の人がご飯を分けてくれることがあった。当時は生活するのに必死で、顔もまともに見ていなかったから、店長が言ってくれるまで気がつかなかった。こんなことがあるんだろうか。まさかまた数年後に再会するなんて。手紙を持つ手に力が入った。君のお母さんがね、アパートを出て行く前に私にこの手紙をよこしたんだ。息子を見守ってくれって。店長は俺のことをずっと気にかけてくれていたようだった。大家さんの話で俺が少年院から出たと知ったけれど、それからどこに行ったかわからず、すごく心配したようだ。店長は自身を責める母に俺のことを教えてあげたいと思いながらも、元気でやっているともどうしているとも伝えられず、ずっと申し訳なかったそうだ。その後、母とやりとりはしていなかったものの、何年もずっと俺を心配しながら過ごしてきたらしい。だから面接で俺が入ってきた時には驚いたし、一瞬であの時の男の子だと気づいたようだ。過去のせいで自分を責めていたらと思っていたところで、
俺が素直に少年院に入っていたことを明かしたので、この子は大丈夫だ、と確信したようだった。俺の知らないところで母と、そして隣に住んでいた店長が、ずっと俺のことを心配してくれていたと知り、泣きそうになった。泣き顔を見られるのが恥ずかしくて、俺はうつむいた。この店に就職する前に受けた他の面接では、俺が過去の話をすると、あからさまに態度を変えられた。物を盗んで少年院に入った俺を、社会はそう簡単に受け入れてはくれなかった。ご縁がなかった、と落とされ、昔のことは言わない方がいいんじゃないかと思った。でも、隠していたって、いつか何かのきっかけで知れ渡ることもあるだろうし、それなら最初から言っておいた方が店にとってもいいだろう。だから、自分のしてしまった過ちを受け止め、言わなくちゃいけない時には隠さずに言おうと思った。俺が話しても態度を変えずに面接を続けてくれたのは店長だけだった。俺がやってはいけないことをしたのに、それを自分のせいだと責め続け、ひたすら心配してくれていたのは母だけだった。休憩室のテーブルに俺の涙がボタボタこぼれ落ちた。握りしめる母の手紙が少しくしゃくしゃになってしまった。涙で手紙も濡れてしまいそうだったので、慌てて離して店長がくれたティッシュで涙を拭った。面接の時、配慮がなくてすまなかった。きっとタイミングを見て自分から言いたかったよね。店長が謝って頭を下げた。頭を上げてくださいと言いながら、また涙が溢れてきた。俺の知らないところで、俺のことを心配して見守ってくれている人がいたんだ。こんなに心強いことはないと思う。また、就職先を探す気力が湧いてきた。また頑張って働き先を探します。俺がふにゃっと笑って言うと、店長が少し小さな声で、実はと話し出した。この店は副店長に任せて、私は独立しようかと思ってるんだ。店長は近々自分の店を持つ予定だった。おめでたいことだ。俺は心から祝福した。優しい店長ならきっと自分の店を開いてもお客さんから愛されてうまくやっていけるだろう。そう思っていると店長は俺をまっすぐに見ていった。だから君に私の店舗で働いてほしいんだ。うちの店に来てくれないか？俺なんかがいいんですか？もちろん。君と一緒に働きたいんだ。急なことにびっくりしたが、だんだん嬉しさがこみ上げてきた。俺は立ち上がり、よろしくお願いしますと頭を下げた。それから店長に母の手紙を借りた。文の最後に書いてある住所はきっと母が引っ越した先の場所だろう。今も住んでいるかはわからなかったが、俺は手紙を書いた。少年院に入ったのは俺の責任だと書いて、それから近況報告もした。すると1週間もしないうちに母から返事が来た。文面から母がずっと長いこと苦しんで心配していたことが痛いほど伝わった。母は何も悪くない。パートの仕事をして少ない給料でやりくりして。それでもあの時は2人で生きていくには難しい状況だった。だからといってその中で俺がしたことは許されることではないし、それに母が責任を感じる必要なんてないのだ。俺は母に見捨てられたわけじゃなかったんだと知って嬉しかったから、もうそれだけで十分だ。合わせる顔がないなんて言わないでほしい。俺にとってはたった一人の母親なのだから。そして母と同じくらい俺を心配してくれていた
隣に住んでいた人。その人に支えられて、今は恵まれた環境にいる。俺はすぐに返事を書いた。俺がやったことだから自分を責めないで。今度、店にご飯を食べに来てよ。俺は母の手紙を持って店長の新しい店へ向かった。開店準備で呼ばれているのだ。休憩時間の時にでも店長にこの手紙を返そう。新しい店のオープンはもう間近だ。母が来てくれるのを楽しみに待ちながら一生懸命働こう。